さあ、早速本題に入りましょう。今回の解説では EU バッテリーパスポートをめぐる一番ヤバい勘違いについて徹底的に解き明かしていきますよ。日本のサプライチェーンに関わる皆さん、もしかしてバッテリーパスポートって2027年になったらとりあえず QR コードをペタッと貼ればいいんでしょなんて思っていませんか？もしそう思っているならそれは致命的な間違いなんです。実は2027年の2月18日、この日から LMT バッテリーや 2kW を超える産業用、そして EV 用バッテリーへのパスポートが完全に義務化されます。つまりですね、2027年は準備を始める年なんかじゃなくて、巨大なデータインフラがもう完璧に動いてなきゃいけないタイムリミットなんですよ。では、タイムリミットに間に合わせるために今すぐ構築すべき5つのデータ基盤を見ていきましょう。まずは第1の基盤、スコープ、つまり対象範囲についてです。法的責任の所在はとてもはっきりしています。バッテリーを EU 市場に出す経済事業者がパスポートの情報を正確に、そして常に最新の状態に保つ最終責任を負うんです。でも、これたった1社でデータを作れるわけがないですよね。そこで、日本のティア2、ティア3企業の皆さん、ここすっごく重要です。自社でパスポートを発行しなくても OEM やセルメーカーからは皆さんが持っている元データが絶対にしかも大注意を求められます。皆さんは単なる部品メーカーではなくて超重要なデータプロバイダーになるんです。続いて第2の基盤、カーボンデータです。これ Excel で1回計算してはい終わりなんて単純な話じゃないんです。部品表にあたる BOM から製造拠点、電力の使用量、工程データ、輸送のロジスティクス、さらにはサプライヤーのデータまで、これら複数のレイヤーを全部つなぎ合わせて確実な証拠を残す。そして何か変わったら即座にアップデートできる、そんな動的な仕組みが絶対に必要になります。でも、安心してください。日本もすでに動いてます。例えば、経済産業省が進めているウラノスエコシステムなんかでは、カーボンデータの共有が先行事例として進められていますよね。現場の力とデータをつなぐ動きはすでに始まっているんです。さあ、第3の基盤に行きましょう。サプライチェーンデータです。たった一つのバッテリーセルの裏側には、もう途方もない規模のネットワークが広がっています。鉱物や素材からスタートして、セル、モジュール、パック、そして最終的な完成車まで。このすべての工程を ID でリンクさせて、材料構成や責任ある調達のデータなんかを一つに編み上げていかないといけないんですね。という言葉ですよ。1年に1回手作業で Excel を回収してなんていう古いやり方は完全に崩壊します。企業秘密はがっちり守りつつ、必要なデータだけを安全に、そして自動で連携させるメカニズムが今まさに求められているわけです。次は第4の基盤、QR とデジタルパスポートについてです。実は QR コード自体は単なる入り口に過ぎないんですよね。私たちが本当に設計しなきゃいけないのはその奥にある構造なんです。独自の ID を発行して製品とデータを紐付ける。さらに公開する情報と制限するアクセスの管理。そして長期的なセキュリティ。データは機械がちゃんと読み取れて相互に連携できるアーキテクチャじゃないとダメなんです。そして最後、第5の基盤。これが一番見落とされがちなデータガバナンスです。ここではテクノロジーの話から少し離れて人間の責任について考えてみましょう。皆さんの会社では誰がデータを作って誰がそれをチェックしてもし条件が変わったら誰が承認するのか即答できますか？トラブルが起きた時のサプライヤーへのエスカレーションルールはどうなっているのか？こういうガバナンスが不可欠なんです。ここ本当に大事なポイントです。どんなに素晴らしい最新の IT システムを入れたとしても、結局それを動かすのは人間ですよね。検証するルールと責任の所在がはっきりしていなければ、どんなソフトウェアだって皆さんを救ってはくれません。さて、この巨大な規制の波をどう乗りこなすか。具体的ですぐに動けるアクションプランに移りましょう。まず言えるのは、焦って全部をいっぺんに作ろうとしないでくださいってことです。まずは一つの電池ファミリーを選ぶ。次にデータ責任者を決めて必須データを洗い出す。そして
重要なサプライヤーとだけつないでみて、ID の発行、アクセス、更新という最小限のデータフローを今すぐテストしてみてください。最後に皆さんにお伝えしたいことがあります。EU バッテリーパスポートって実は2027年の問題なんかじゃないんです。日本のサプライチェーンが今この瞬間からデータをつなげられるかどうかというまさに今の問題なんですよ。さあ、今すぐデータ連携の第一歩踏み出していきましょう。